皆さん、こんにちは。今日は日本人の服装についてご紹介します。皆さんは日本人らしい服装って考えたことがありますか？例えば旅行に行ったら、その地域の人が着ている服装を私はよく見ます。日本人とすごく違うなーって思ったり、日本人と似ているなーって思ったりすることがあります。もしかしたら皆さんの国でも日本人は日本人らしい服装をしているから、あの人は日本人だってすぐにわかるかもしれません。逆に私は日本にいると外国人を見かけた時に日本人らしい服装をしていて、日本が好きなのかなって思うこともあります。皆さんが普段自分の国で着ている服がありますね。その服を着て日本に来たら、もしかしたらちょっとって思われてしまうかもしれません。日本では服装のルールは特にありません。でも暗黙の了解があります。暗黙の了解、わかりますか？日本人がよく使う言葉です。暗黙っていうのは言わなくてもっていう意味ですね。暗黙の了解っていうのは言わなくてもみんながわかっている共通認識のことです。だからそのルールと違うことをすると、あの人はちょっと変だなとか、ちょっと違うなって思われてしまうことが多いです。それを気にするか気にしないかは皆さん次第です。でも暗黙の了解のルールの通りに服を着た方が注目されづらいです。ということで今回は日本人が普段気にする服装のルール、暗黙の了解をご紹介します。一つ目、露出を控えるです。日本人はどの季節でも肌をあまり見せないような服装をします。あるいはボディラインがくっきり出ないような服装を好みます。露出が多い服を着ていると、その人はだらしないって思われてしまうことが多いです。これは多分日本のね、あんまり誇らしいとは言えない文化の一つですが、露出が多いと、特に女の人は夜のお店で働く人とかとつなげて考えられやすいです。よく不死だらっていう言葉も使われますが、女性をね、性的に見るのが当たり前みたいな日本の嫌な風習に関係していると思います。だから、例えば英語圏とかヨーロッパ圏とかの海外に行くと、女性がみんな、例えばチューブトップとか、すごいショート丈のパンツとかスカートとか、ボディラインがね、はっきり出ているドレスを着ている人とか、結構いますね。そういう服装は日本ではするなって親にもよく教わります。すごくだらしないって言われるし、そういう服を着て男の人に触られてもそれはお前のせいだって言われたりする文化です。これについての意見は今回は私は述べませんが、あまりね、誇らしいとは言えません。だから海外の方が日本にね、旅行をしに来た時にすごく露出の多い服を着ていたら、多分日本人はびっくりしてすごい見てくると思います。だから皆さんがあんまり気分が良くないと思います。夏で暑くてもできるだけ T シャツを着るとか、あんまりボディラインがくっきりしないような服を着るのがおすすめです。二つ目が、日本人は TPO を考えて服装を選びます。TPO、なんだかわかりますか？英語のね、3つの言葉の頭文字を取った言葉です。T、タイム、
プレイス、オケージョンですね。つまり、時間と場所と場合を考えた服装をするということです。これは多分、どこの国でもそうだとは思いますが、例えば、入学式とか卒業式、入社式とかは、日本人はフォーマルな服を着ます。ちょっとね、おしゃれなレストランに行くんだったら、綺麗めのワンピースを着たり、男性もネクタイを締めたりとか。反対に、バーベキューだったら、もっと身軽なね、パーカーとか、動きやすいスニーカーで行ったりとか、そういうのが大切です。これはね、日本特有の空気を読むっていう文化とも関係があります。空気を読む。これはね、日本人がすごくよく使う言葉です。空気ね、を読むって本来はできないですよね。空気は見えないものですから。でも、日本人は空気が読めるんです。つまり、その場の雰囲気を察知して、その空気に合わせることができる。そういう能力ですね。もちろん、日本人でも空気を読むのが苦手な人はたくさんいます。だからこそ、空気を読むのが大切って言われます。例えば、日本では夏になると夏祭りに行きます。夏祭りでは浴衣を着ることも多いです。だから、例えばね、みんなが浴衣を着たいって言ったら、みんなと合わせて浴衣を着た方がいいと思います。逆に、みんなが浴衣を着たくないって言ったら、みんなに合わせて浴衣を着ないっていうのがいいと思います。もちろん、一人だけ浴衣を着たり、一人だけ私服で行ったりしても大丈夫だとは思います。でも、一人だけね、行動が遅れたりとか、グループの雰囲気を壊してしまったりするかもしれないから、そこはね、よく考えて空気を読んで服装を選ぶのがおすすめです。だって例えば、みんなが浴衣を着ようって楽しみにしてたのに、一人だけ浴衣を着てこなかったら、せっかくみんなで写真が撮りたかったのにとか、みんなで浴衣を着るのがすごく楽しみだったのにって思う人もいるかもしれませんよね。逆に、この夏祭りはたくさん遊ぶから浴衣じゃなくて動きやすい私服で行こうってなってたのに、浴衣を着ていったら動きが取りづらくて遊べない。みんなが浴衣の人を気遣ってあげないと動きづらいです。だから、なんで浴衣で来ちゃったのって思われるかもしれません。そうすると雰囲気が悪くなるので、皆さんも気をつけてくださいね。はい。三つ目は、日本人は季節に合わせた色をコーディネートに入れるのが好きです。季節に合わせた色。季節の色って皆さんはなんだか想像がつきますか？日本は四季があって、だいたい植物とかね、その時期に食べられるもの、あるいはもうそういうイメージがだいたいみんな共通していると思います。例えば、春だったら桜色だからピンク、黄色いお花がたくさん咲くから黄色、新しい葉っぱが芽吹くから緑色とか、秋だったらもみじの葉っぱが綺麗に色づくからバーガンディ色とか、焼き芋を食べるから紫とか、季節によって似合う色っていうのがあります。みんなではないですが、多くの人が、この色は秋色だから秋に使いたいっていう感じで服やバッグなど服装を選びます。季節感がある服を選びたがるっていうのは日本人の服装を見ていて面白いなと思うところです。はい。次にご紹介するのが、日本人は目立たない服装を選びたがるっていう文化です。さっきご紹介した空気を読むとも似ているんですが、日本人は自分だけが目立つっていうのが
あんまり好きじゃありません。だから、服を選ぶときも、無難な色を選びたがります。無難な色、どんな色だと思いますか？例えば、黒、白、紺色、グレー、あるいはベージュもそうかな。そういうどんな色にも合わせやすい。そして目立ちにくい。そういう色が無難な色です。例えば真っ赤な服を着たりとか、オレンジの大きいお花柄のワンピースを着たりとか、すごく目立ちますよね。すごく可愛いかもしれませんが、注目を浴びるかもしれません。日本人はそれをあんまり好まない人が多いです。だから、特に冬とかになると、みんなジャケットの色は黒とか白とか茶色、紺を着ていますね。だから、例えばグループで遊ぶ時とかも、自分だけ目立たないように周りの人の服装の雰囲気と合わせて服を選ぶ人も多いです。あるいは目立たないような服を普段から着ている人が多いと思います。だから海外に行くとみんな自由に派手派手な色を合わせてコーディネートを楽しんでいるのをね、よく見かけて、ああ、楽しそうだな、いいなって思います。最近のね、若い人とかは結構海外寄りというか、自分の個性を持っている人が増えてきているので、派手なね、服装を着る人も多くなっているとは思います。でも、一応、傾向としては、目立たない服装を選ぶことが多いです。はい。今回は、日本人の服装の特徴をご紹介しました。日本にね、よく来る人とか、日本で暮らしたことがある人だったら、ああ、わかるって思ってくれたと思います。そうじゃなくて、これから初めて日本に行こうと思っている人がいたら、このね、話をちょっと参考にしてもらえたら嬉しいです。男性はね、そんなに気にする必要はないかもしれないです。ただ、ビーチでよく履く、すごく短いパンツとかで街を歩くと、ちょっと目立つかもしれません。ロングパンツに T シャツとかだったら、日本人もみんなそんな感じなので、目立ちすぎないと思います。女性はね、せっかくの旅行ですが、派手派手な服装を着ちゃうと、わあ、外国人すごいなーって言われちゃうかもしれません。それがね、いいなら大丈夫です。それがちょっと嫌だったら気にしてみてください。ということで、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。コメントやリクエストもお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。